3ぐらいかな。前日に団子にしてで朝踏んで、これだ1000食ぐらいかな。大小あるから、はい。まあそういったらまあ700ぐらいかな、600、700ぐらい。生地をなんか綿棒で伸ばすために踏んでるわけ。生地を鍛えて1、2、3回かな。今度は綿棒で伸ばして切っていく。うどんにするんだったらどういうふうにして伸ばしたらいいかイメージしながら。手の場合はその時に強く押したりとか柔らかく伸ばしたりとかできるので、生地のコンディションがこんな感じかなみたいな。ちょっと大きく伸ばさないかんなとか小さく伸ばさないかんなとか。サラリーマンやったから16年ぐらい学生の頃からやるとかね。それ考えたらもう45年ぐらい。昔はここ自体がもう製麺所っていう玉だけの卸だけだったんや。本店の方のお店を買ってくれないか言って、それをその方がもう辞めることで買ってうどん屋しだしたっていう。着いたのは4年ぐらい前かな、5年か。その前に別のお店をうどん屋で半減出して、その後かな。今全部でトータル5店舗かな。平日で250かけるの15。土日になったらまあ5000食ぐらいちゃう。正月とかゴールデンウィークだったら8000か9000ぐらいじゃない。これで終了でございます。
バス取るんですか？はい、今から1日この寸胴6杯ぐらいは取ってます。はい、最初の朝2つは先代の社長がやってくれてるんで、これ取り手です。こう上げていくんです。
開けるの早くないですか？いや6時から仕込みしながら常連さん入れるから、正式には7時からやけど、やっぱりサラリーマンの人がやっぱり6時ぐらい来るから6時半ぐらいから。特に火曜日はちょっと暇やね。昨日は忙しかったけど。すみません、お待たせ。瞬間予報、名古屋からです。明日午前中にかけて雨の降るところが多いです。そばに、だしに、中天。物価上昇を上回る持続的な賃上げの実現に向け、去年を上回る賃上げへの協力を重ねて呼びかける方針です。日経平均株価が初めて4万円を突破して
に教育内容を指導する教育委員会の指導室が今年度渋谷、この時間は東京都心のアメダスで気温が5.9度となっています。昨日のこの時間に比べると高見日本や東日本ははい、いらっしゃい。でしょう。今日の予報です。西日本や東日本は雨。今日は何食べられたんですか？かけの中と天ぷらを2つ。美味しいです。美味しいあれ一番好きです。はい。名張選手の坂井は若き毎日を名門選考には関取15人が参加。新大関琴ノ若が同じ大関の取締役11番で相撲を取りました。ありがとう。お疲れ様でした。ありがとうございます。おはようございます。はい、お待たせしました。いつも来られてるんですか？仕事前に朝食で、もうどれぐらい来られてるんですか？もう20年言わんかな。もっと長いかもか。そばですね。そばです。もう自分の好みに合ってますから。ずっと。袋に薬味があって、だし。これだったら大根レモン生姜まではあれでいい。あ、はい。もうさーっと持ってます。雨の影響はどうなんですか？あるやろ。全然ある。もう違うんだよ。150ぐらい違う。朝この時間に毎日普通に商店ってここでいうかけうどんの小に天ぷら一つで商店、それを頼んで食べました。天ぷらは何を？もうだいたいちくわ、ここのは1本丸々あるんでだいたい半分に切ってるところが多いんやけど、坂枝さんのは1本丸々なんで満足いく量はあるので、ご飯と一緒なんですよね。毎日食べても飽きないっていう感じですね。おはようございます。はい、こんな感じです。おはようございます。はい。お
ませ。いらっしゃいませ。あれだ。はい、置いてきますね。ありがとうございます。400円で、お客様のオーダーをお伺いします。かけの賞。次の方もどうぞ。かけの賞で。500円ずつお願いします。お店にはよく来られるんですか？いや、1回目です。今日はどちらから来られたんですか？滋賀県です。麺はコシがある感じはします。美味しいです。そしてこの後午後担当も降り出しそうですね。はい、かけしょうゆ、はい。焼くけど、はい。天ぷらでよろしいですか？どうぞ、はい。5秒ぐらいで温まりますので、はい。500円あります。焼かけもやしかかってますので、そのままお塩で焼き入れてください。金沢から来ました。美味しいです。美味しいです。
で僕1年半前に奈良から移住してきて毎朝来てるここにいろいろ探したけどもうここで毎朝。高松市ではここだけやね。高松全体回ったけど、まあ、近くてここが一番いいね。またね、10分ほどお待ちいただくんですけど、よろしいですか。天ぷらかま、どうぞ。はい。天ぷら1つ。いらっしゃいませ。どうぞ。コロッケございます。そういうこと。お出汁どちらの感じでしょうか。どちらから来られたんですか。滋賀から来ましたライブに行くみたいでせっかくやからうどん食べようすごい美味しいです梨が美味しい、美味しい、なんか美味しい、うどん麺だけでも美味しい、だしは結構あっさりしてるけど味がしっかりしてるから美味しいです、飲めるぐらい、はい、茶葉そう。座るか。うめえ。食べる？うめえ。美味しい。なんかまた違う。いいですね。ちょっと。あったかい肉ぶつけと大根おろしレモン入れていいですか。はい。はい、230。お湯の中つけて温めてください。はい。5秒ぐらいで温まりますので。まずは後ろのタンクでお出してみてください。どうぞ。はい。勝手の中か。あ、どうぞ。
りがとうございます。いらっしゃいませ。はい、肉丼のお客様。お店にはよく来られるんですか？毎日。毎日ですか？ぶっかけ。さつまいもとちくわ。ここで。安いし、美味しいし。もっちり感がちゃうのやっぱ。私は一番口に合う。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらかまたま。はい、700円です。もう一杯いきたいな。次行くんでしょ。お店には初めて来られたんですか？初めてです。東京から来ました。旅行でめちゃくちゃ行きたくて。皆さん頼まれたのはぶっかけうどん食べました。これは冷やかけうどんです。鎌沢です。肉うどん。冷やかけうどん。本場の讃岐うどんお味いかがですか？いや格別ですね。幸せです。コシが違いますね。もうもちもち。だしも美味しい。毎日行きたいぐらいですね。これはもう。いらっしゃいませ。天ぷら取りますか？お二つで。証券です。はい。わかる？これ何イカ？イカですね。調理生卵お願いします。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、かまどです。
卵にしようか。中継もう1個です。あどこにあるの？非常に歯ごたえがあって美味しいうどんでした。かけうどん食べたんですけど、あっさりして美味しかったです。肉の小もお願いします。30円です。終点です。450円。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。来月ははい500円です。はい。かけうどん。はい。はい、肉丼中です。はい、じゃあちょっと前の方からです。お待ちください。はい。おろすだけ。はい、肉ぶっかけです。はい、肉ぶっかけおろすか。かけ中で、はい、330円。ありがとうございます。温めてどうぞ。はい、何ですか。2個。はい、そしたら480円。はい、ありがとうございます。はい、ちょうどよかったです。リング中で天ぷら取りますか。はい、こちらぶっかけです。これより並ぶんですか？そうや。まあ12時からだいたい40分ぐらいまでずーっともう並びます。はい、こちら肉丼です。すごく美味しかったです。麺のコシ、全然違う。だし醤油がめっちゃ美味しかったです。釜玉と肉ぶっかけうどん。いっぱい食べました。量もめっちゃ大きかったですね。美味しかった。肉ぶっかけうどんの大根おろしとレモンが最高でした。バッチリです。そう常連さんとかがねやっぱり多いからもう顔なじみになるというか顔だけ見たらもう結構玉取る人ももう分かってるからもう注文入る前に玉が出てたりするぐらい常連さんがね多いとねそんな感じになりますしいですよねやっぱり、毎日来てくれて。
はい、本日売り切れ終わりました。これで小池さんそろったちくわの。ですか。10番さんに2ついきます。はいよ。出しました。ラーメンの半分2つです。ご飯に合うラーメンっていうのをコンセプトのもとに作られたラーメンなので、ジャンメンとご飯っていう形でぜひ一緒に注文していただきたいです。お願いします。はいよ。トロトロのあんかけが美味しそうやなと思って辛いのも好きなので。お願いします。はいよ。高知県産のニラになります。お、うまい。桃ですね。生姜めっちゃ使ってるんですよ、ここの唐揚げ。めっちゃ美味しいですよ。
ついていて、ホルモンの臭みを取るためにこれにつけてしっかり下処理してます。それにつけるとやっぱ臭みがはい、出るみたいな。そうです。切って下味つけて一晩寝かせて。申し訳ない。唐揚げの調合です。ゼロ。バッチリですか？卵盛りハーフが11番。
マジで美味しいです。めちゃくちゃうまいです。あんもマジで美味しいです。美味しくてたまらないです。たまらないです。ご飯追加です。はいよ。お願いします。はいよ。ごめん。あ、ちょっと光るな。光るがいい。あと中華とジャンメン5。10番さんに2ついきます。はいよ。はい、お願いします。はい、すいません、お待たせいたしました。ジャンメンお2つです。つなり気をつけてください。元気にどうぞ。すぐ県外に行くので、こっちの味を食べたいなと思って。美味しいです。ありがとう。はいよ。10番さんです。お願いします。はい。お待たせいたしました。ジャンメンお2つです。すぐに気をつけてください。失礼します。今日はどうしてジャンメンを食べに来たんですか？高知に旅行に来て見つけてくれて、なんかインスタで調べてたらおすすめに出てきて、トロトロのあんかけが美味しそうやなと思って、辛いのも好きなのでめっちゃ美味しいです。めっちゃ絡まってます。456番さんです。大盛りです。こちらジャンメンです。波ね。そう。ジャンメンの波です。波こちらです。はい。こちらで気をつけてください。どう
っしゃいませ。うどんです。はいよ。うどんです。はい、お願いします。はい。ハーフリです。はいよ。寒いけど。もらいます。ネギジャンメンが11番さんです。こちらジャンメンです。お待たせしました。どうぞ。僕ネギジャンメンです。僕ジャンメン。お店にはよく来られるんですか？ちょこちょこ美味しいです。美味しいです。癖になるっていう。お待たせいたしました。ジャンメンのハーフお2つです。こちらで気をつけてください。やっぱり特に寒い時は温まっていいですね。美味しいですよ。いつも頼まれるメニューとか決まってますか？これは外さないですね。ネギです。はいよ。麺型です。お願いします。お願いします。はいよ。お願いします。はいよ。お願いします。お待たせしました。ジャンメンとご飯です。どうぞ。お2つです。はい。お願いします。はい。前回とかじゃないよ。うちの子のね、基本。学校には来なかった。一括りにしても全然いいのに。
や無理だろ。ジャンメンは結構ちっちゃいお子様でも食べていただけるぐらいの甘辛いあんかけのスープになってて、中に入ってるのがニラと卵とホルモンなんですけど、使ってるものも高知県産っていう食材にもこだわってます。ご飯に合うラーメンっていうのをコンセプトのもとに作られたラーメンなので、ジャンメンとご飯っていう形でぜひ一緒に注文していただきたいです。チャーハンが好きで、具材もシンプルだし食べ飽きない味。この店をもう一個下の世代までつなげれるように守っていきたいなと。冷麺のネギやったりとか、ネギラーメンのネギでラーメンにのせるネギは、青ネギはまたちょっとちゃう。まかないからできた冷麺なんですけど、僕がネギ好きで食べてたらお客さんがそれ作ってって言われて、それがこの時期はすごい人気なんやけど、今日は雨やからどうやろうね。年寄りから若い子までおるから、こってりすぎたらお年寄りの人が食べれんなるし、いろんな意見聞きながらちっちゃい子も食べれるように。1日で多い時で何キロ分ぐらい？30キロぐらいだね、鶏ガラ。鶏ガラだけで30キロ？そうです。豚ガラと5、60キロあるんかな。こちらは何肉？豚の肩ロース。チャーシュー2種類作ってて、昔はこっちのチャーシューだけやったけど、豚バラのチャーシューが一時時代で流行って、親父らの時代にね、何十年とチャーシュー麺を食べに来るおっちゃんがおって、このおっちゃんにどっちがいいって言ったらこっちがいいって言うから、今もな2種類作っているって。チャーシュー麺のチャーシュー、肩ロースの方焼いて醤油だれにつけて2日ぐらい寝かした状態ですかね。太いんでね、染み込むまでにちょっと時間がかかる。冷麺もこっちのチャーシュー。もともとは別の店名でお店をされてたんですか？そう姉の親がね、ドライブインもやってましてね、私らは関東におったんやけど、神奈川県に体調悪くて帰ってきたらちょっと手伝わんかいうことで手伝い始めたのがきっかけなんです。それは定食屋さんみたいなそうそう感じですか？これから四国のこの道らも全部ようなって今時代に入るだろうにドライブインも始めたんですね。前かなやってましたね、私来た時にね。子供2人連れて帰ってきてますからね。2階ですんで子育てしながら。場所はずっと変わらず？場所はこの客なんです。駐車場が今あるでしょ。あそこに店があって、こっちは駐車場ある。現在あるとこは駐車場でね、新しい店建てるためにこっち移動したわけ。
名前がトン太郎なんです。チェーン店のね、私土建業の仕事を手伝いに行ってこの間に人からトン太郎やっていうとこラーメンやけどやらないかと言われてかじったからやってみようかなってな感じで、ほいでこの子は調理師になる言うて専門学校にまた行って調理師の道を歩んで7、8年経って帰ってきたんです。帰ってきた時点で単独でこの子は将来やってみてやろうというので名前変えた。トン太郎をやめてメニューとかも結構変わったんですか？この子は今まで修行できたプリンスホテルとかこの子主体のメニューに代わり店舗もこの厨房も全部やり替えてこの子はやりやすいようにした。もうずっと作ってもらってる地元のコシヒカリでね。こちらの隣のスープが完成したもの。こってりしすぎないように鶏ガラベースのスープで2日目の豚骨のしっかりした味の方を合わせていく。使っていって減ってきたらまたこう沸かしてて豚骨がもっと出てくるけにずっと一定の味をキープできるっていうイメージ。こんなん食べたいなあんなん食べたいなっていうこの何もない時代からの人やからこのよく言うかなこれはすごい。お店のメニューでホルモンの煮込みっていうのがあるんでこれはこの人がマグロ船乗れた時代から横浜であったこの煮込みを食べたくて作ったこれが結構今でもうちでは大好きで来てくれる人が多い。もともとお父様は神奈川で船乗り一緒漁がメインですか？そうそう。何年ぐらいされてたんですか10年ぐらいじゃないですか。これで体壊してね、まあだからこういう飲食やいうのに携わりやね、こんなん全く思うたことなかったからね。じゃあ当然体壊されなかったら船乗り続けてます。子供が小さかったからね、急性腎炎になってね、どうしようもなくて熱が高くて、これで寝込んどるところに向いて女房の親が来たんです。ほいで帰ってこないかいうことになって養生製品ね、ここから飲食が始まった。これまだブロッコリー湯がいて入れるんやけどな。こっちが子供よ。もう2年生になるんやけど女の子が私はトンファンする言うてな、休みになったらお手伝いに来る。やったらどないになるかわからんけどな。ドライブインから行った4世代やね。これナルトのわかめね。やっぱり一番おいしいね、ナルトのわかめが。
ニンニク。ありがとうございます。このチャーハンが好きで、それで今日食べに来ました。濃に見えるけどしつこくないし、具材もシンプルだし、食べ飽きない味にこだわれたところもいいんでしょうけど、こういう昔ながらの中華料理屋さんは好きです。ランチです。野菜ラーメンとチャーシューラーメンが美味しいです。お待たせ。ソカツラーメンです。
門学校1年行って大阪のホテルに3年くらいおって徳島プリンスに帰ってきて4年ぐらい専門学校の時も徳島プリンスでアルバイトラーメン屋さん今日券こっちで作れたらなと思って一番最初行ったところは日本で初めて中華料理の刺身の前菜で中華料理を作った店やって広東料理っぽい感じだったんで全く違うなと思ってホテルに帰ってこのオーソドックスな中華料理っていうのを教えてもらって覚えてほんで帰ってきたから本当も時期によるのか季節によるのか大きいのと小さいの小さい場合はあんまり一味を入れずにと今度は辛みばっかりになってくるだからこの加減さえ大きいのはね少々肉がついてるから一味を多いめの方が美味しいかなと思ったりもするんで音ろしくお店にはよく来られるんですか？初めてです。連れてきていただきました。美味しいんで。
げとかでも子供でも食べれるような唐揚げと、ただうちの人がお酒のあてにとかっていう食べれる唐揚げと作り分けてたり、ソースやったりいろんなもんで、もともと薄味で作ったんやけども、大人でもこうご飯食べたくなるぐらいのソースを考えたり、プラスアルファのことを考えていろんな人が食べれるようにっていうのはイメージして。昔のから来てくれる人もまあ大事に、新しくも大事にっていう。醤油味噌です。チャーシューと焼き飯、煮込みに小籠包、手羽先、餃子です。油が落ちててね、一日でもせなんだらもうこれいいなって。半ちゃんラーメンはどういったものだったんですか？40年前は今の形なんやけど、サーファーの子やったりいろんな人に話聞いてたら、焼肉が一人前でラーメンがちょっと小さめの方がいいっていう人が多かったんで、30年ぐらいはこの形でやってる。お米が少なくなって大丈夫やと思うけどちょっと足らなった時困るからっていうんで、本当の半ちゃんラーメン。定食にスープじゃなくて、それも昔から。昔はもっと大きかったよ。20年ぐらいでどんどんこうラーメンが小さくなったりして、できる限り安くお腹いっぱいっていうのが親父らのコンセプトなんで。
夢は大きくしていきたいな、いろんなところで食べれるようにしていきたいなとは思うんですけど、それよりも現実的にこの店をもう一個下の世代までつなげれるように守っていきたいな。今日はありがとうございました。こちらこそありがとう。ばあちゃんが調子悪くなってきて、じゃあ僕やるわと。で今は自分と母ちゃんと2人でやってます。おうどんっていうかここ懐かしいうどんいう感じね。めっちゃうまいです。美味しいです。天ぷら美味しいです。色がついとるところがまた。かけに天ぷら乗っけて食うんがやっぱりうまい。ありがとう。いらっしゃい。製麺とか、誰かに教えてもらったりとかは、自宅でね研究をしながら独学ですね。完璧にこれが生地。よし、これを今から練ってくでいい。よし。して足で踏む足踏みと同じ感じで、あ、そうじゃな、そんな感じ。手と機械で。しゃあ。よし。いくんや。これでもう一回入れて。じゃあ、ええ生地。最高のうどんや。よいしょ。これは今日寝た生地ね。
一応なかなかこうやってつなげて切るのは難しいんですよ。津田さん。なんて私また猫も介護しないから見ないから。じゃあもう私の知ってるおばちゃんはみんなおらんの。だから早く死んでもらわんかった。であとよいしょ。ではい、できた。これで金とこやで。いりこの油がようもう舞いすぎとん。よし、これでしばらく炊きます。おしにな乾かしに家の用事。だしはずっと今変わらない同じ味味を。こちらは今何をされてるんですか。これは冷たいだしを作りにで今から井戸水に浮かべてきます。冷やかけとかぶっかけのだし、井戸水やきんめちゃくちゃ冷たい。天ぷらは大体何種類ぐらいあるんですか。7種類ぐらい。おごぼうとたけのことちくわ、スルメイカ、イワシ、鶏。時期によっては手長だこ。またうまいんこれが。うまいうまい。を誇る国内工場で生産されています。出してない。そうやっぱとっくりで湯煎しただしっていうのかな、うまいな。ご提供いたします。さらにこの価格に1万円足すだけでなんともう1セット2枚セットになって半額以もう建物もずっと、建物もずっとこの支柱とかはもう150年は間違いないっていう話は聞いてますね。場所も変わらず細々とやってます。お寿司買いに早くこんななくなるここの美味しいからな、そら豆がな行ったのがなあえて美味しいんや。はいはい。
当にやられるよね。いやもう昨日も熱中症みたいになって。はい、ありがとう。開発違う。バル。もう好きなとこかけとってくれたら。いかがですか？美味しいです。香川に住んでてやっぱりうどん屋さん行かんかったら損した気分になりますからね、やっぱり。いい子だしですよね。美味しいですやっぱり。これはうまいね。お店にはよく来られるんですか？まあまあ。めっちゃ来てくれる。あ、本当ですか？大好きなお父さんです。お味いかがですか？いやもう美味しいですよ。おすすめか。そうやな。常連さんは卵うどんとかも、うちはかけかな。かけに天ぷら乗っけて食うんがやっぱりうまい。そうそう、字が出ててるやん。通りますよ。あ、ちゃんともう持ってるとんやな。食べやすいように。深いやん。あ、二人ともね、うどんは好き。ね。いやいやいや。ありがとう。かけとぶっかけの賞1個ずつで。40歳以上のお皿がいらんの。たけのこ。あ、いい、ここで。はい、待ちます。あ、いい、ここで。はい。よいしょ。お願いします。ちくわももう。ああ、ごめんなさい、遅れました。
どうよかった、今さ来てくれて。死亡リスクとその今笑えてるっていう状況なんじゃないかなっていうふうに。ごめんありがとう。死亡リスクが減るっていうところに繋がるのかっていうところは。ぶっかけとかけだとどちらがお好みですか？難しいところですね。どっちも美味しいから。だしうまいんで、かけかな。ぶっかけですよ。あ、こっち？うん。どっちもうまいけどね。名古屋とか東京のうどんと比べていかがですか？コシがある気がしますけど、僕は。いりこだしが美味しいかな、香川はやっぱり。いらっしゃい。こんにちは。どうもお疲れ様でした。天ぷらは本来やったらイワシがあるんですけど、イワシがうまいんです。で、あとはこの鶏天ですね。鶏天も美味しいんですか？うまいっすよ。この塩コショウもアクセントになっとってね。で、だしにつけて食うのもよし、ソースにつけて食うのもよし。あ、こう通われる理由みたいなのが。味もさることながら店の人柄ですよね。で、あとこのローカル感というか、そういうのがやっぱりですよね。おうどんって言うたらここ2、30年になりますけど、懐かしいうどんいう感じね。天ぷら美味しいです。色がついとるところがまた。すみません、お待たせ。はい、ありがとう。ごめんね。はい、ありがとう。はい、はい、ありがとう。はーい。ありがとうございます。ごちそうさま、ありがとう。あったかい醤油です。よくお店には来られるんですか？ほぼ毎日ですね。仕事の昼休みとか、あと僕はもう休みの日とかでも店内が落ち着くのと、やっぱり一番はめちゃくちゃうどんがうまいことですからね。たまにはいいと思うからね。美味しいです。だしがすごい美味しい。あっさりしてやみつきになるかな。はい、ありがとうございます。もともとはな、丸亀城の植木屋さんやって、植木屋さんからその花屋っていう屋号をもらいました。そっから植木屋さんやめてうどん屋さんに、でもそっからもう代々とこう続ける感じですかね。大体150年ぐらい。僕でね、4代目です。まさるちゃんのちょっとまだ残ってる。いらっしゃい。えんな。で後でねまたうどん食べるんな。でな無理が言えるんで。はいどうぞ。お店の気に入ってるところとかありますか？全部です。マスターとな奥さんのよくね。揚げとかたまたま熱いか。熱いわな。熱いよね。
美味しいです。美味しいです。美味しいです。はい。とっても。お待たせ。お願いします。本当、ふるさと帰った？もう帰れって言うじゃん。そう。ああ、スパイクでもそんなさせられへんわな。ドライバーが全然濃厚かなんかたまたまのあれや梅ちゃんのマジかよあ、じゃあいいか、予備感。代替わりしたのが2年前ぐらいかな。ばあちゃんが調子悪くなってきて、じゃあ僕やるわと、やらせてくれ言うて、今は自分と母ちゃんと2人でやってます。お客さんがやっぱりええけん、自分がこうしようってもやっぱ楽しいですよね。うん。